はいどうも、鉛筆おばさんです。今回はノート、鉛筆、消しゴム、色鉛筆を使ってサンリオのシナモロールのシナモンを描きたいと思います。で、今回ね、見本にしたのはサンリオのね、キャラクター紹介ページにあるシナモン。それを見ながら描いていきたいと思います。で、まず、顔のね、輪郭からいつも通りちょっと描いていくんですけど、こうね、シルエットを見たとき、顔のシルエットだけをね、見るとね、こう、個人的に雪見大福みたいな形してるなと思いながら描いてます。こうね、下が平べったくて、上が丸みのあるお餅みたいな形を意識しながら描いてます。で、次、体なんですけど、こうね、頭と体の、いつも言う比率は、だいたい、こう、血が1だとしたら、体ね、だいたい1対 0.7 ぐらいの比率で描いてます。で、体のね、描き始め部分は、この丸み。この丸みを、顔をね、だいたい4分割した時の、この4分割、この部分から始まってるなーって、だいたいこの辺から始まってるなーって思いながら描いてます。だからキャラクターは多いのかな。シナモンもね、キノコなんですよ。キノコ。で、このキノコ、またキノコ型をね、ちょっと、前描いたチーカーの時とは違うキノコの形を意識しながら描いてます。で、足の生えてる位置っていうのは、割とね、このボディのカーブ、ちょっと曲がったらすぐだったんで、そこまでね、見本にする場所はね、ほんとこのちょっと曲がったとこら辺に、足あるなーって三角形、足の三角形描き始めてます。で、反対側は、さっきはね、こっちのこういうのを見ながら、こっちの曲がってるところから描いたんですけど、反対側は、この真ん中のね、足の隙間、この隙間の分を見ながらこっちから描き始めた方が自分はちょっと目安にしやすかったんで、こっちをね、この幅を見ながらこっちの足は描いてます。で、次、手なんですけど、手はね、この顔とボディのほんとちょっとだけ空いてるだけ。このちょっと空いてるところから少しだけ顔の方に入るように、顔のね、ラインがここなんですけど、少しだけ入り込むように、顔にね、手を添えてる感じのポーズだったんで、少しだけ入るように意識しながら描いてください。で、反対側も同じようにね、この辺の長さと、あとはここはね、ちょっと短かったでこっち足したりとかしてるんですけど、ここの長さと見ながら調節してます。でね、見ながら描くときの注意やねんけど、例えばみんなこう顔を描いたときに、次手描かなきゃって、手を描いて、次顔の続き描かなきゃってなったときに、今はね、これ下書きがあるからずれないけど、何も見ずに描いたらね、こう、大きく描くと、こうやってね、顔のね、位置がずれちゃうことがあるんですよ。こっちはね、このまま繋ぐと、ちょっと下になっちゃう。顔がね、なんかガクってずれたみたいになるんで、
下書きの段階ではね、その顔のこの描いてないラインも描いちゃった方が歪みにくかったりするので、そこだけね、ちょっと気をつけて、描いてない部分も下書きなんで後でどうせ消すからって思いながら描いたら、そのズレとかは起こりにくくなります。でね、後からこうやって消しゴムで消したらね、いいだけなんで、目印はぜひ書いといてください。で、次ね、尻尾描こうかなって思ってるんですけど、尻尾は、このね、印を今こことここに入れたんですけど、見てるのは、ここの隙間と、足がここにあるんですけど、足の、だいたいこの足と体の付け根、この合わさってる接合部分からこう生えてるなっていうのを見て、最初に印をつけてます。で、そっから丸くね、見つつで、今こうギューって鉛筆をこう動かしたんですけど、こう、尻尾の一番遠い離れてる部分、尻尾の大きさの一番大きい部分どこまでやろうっていうので見たときに、顔からね、ゆっくりカーブした延長線上にあるなーっていう風に思ったので、そこを見ながらね、こう、あ、ここが一番遠いなーって思いながらこう描こうと思って、測って、ここにね、印をつけてます。印つけちゃえばね、そこ繋いでいくようにね、描くと綺麗に描けるんで、おすすめです。で、真ん中のね、このロールしてロールケーキみたいな部分はもう、だいたいもうこことここの幅1対1ぐらいなんで、あまり気にせずによっぽどどっちかに寄っちゃったとか、こっちにめっちゃ寄っちゃったとか、こっち側にめっちゃ寄っちゃったとかならない限りは、だいたい真ん中ら辺に描いてたら失敗しないと思います。次、耳なんですけど、耳がね、多分すごいバランス取るのと、大きさ取るの難しいんちゃうかなって思いながら描いてってます。下書きの方には当たりの線入れてないんですけど、顔をね、十字に切って、で、切った横線のちょっとした耳の下の部分、入る部分の始まりにして、で、上のところをまたさらに半分、2分の1にしたところから上の耳の始まりっていう目印を書くと、耳の位置がね、わかりやすいかなって思います。このね、耳の長さが意外と長いのと、ここの長さも意外と絶妙な厚みなので、そこをね、失敗しちゃうとね、めっちゃ耳長い、めっちゃ太いってなると、こう明らかにね、ちょっと頭とのバランス悪いなーってなっちゃうんで、だいたいこの顔の横幅に対して、ここも 0.7 ぐらいかもしらん。それぐらいで書いたら、ここが1としたら、ここは 0.7 ぐらいの長さで書くと、そこまで大きくバランスが崩れることはないかなって思います。で、反対も同じような感じで十字に切って、横線のちょっと下の部分から耳の下の部分の始まりがあって、でまた2分の1に伸ばした先が耳の上の始まりの部分っていう風な目印を頭の中で思いながら場所を決めました。で、今耳のね、外側の長さは尻尾の延長線上、この辺かな。決めきってはいないんですけど、目星をつけて、耳のね、始まりの部分から
さっきつけた印の部分までゆっくりつないでいってます。で、つなぐときも耳の厚さ気にしたり、長さ気にしたり。よくね、元の絵と見比べながら描くと失敗はしにくいです。全く一緒に描くっていうのはもうそれこそね、下に絵引いて写すとかじゃない限り無理なんで、なるべく近づけるように、目を鍛えるっていう意味でね、こうやってあるキャラクターを描くのはとても勉強になるので、楽しんで描いてくれたらいいなって思います。これね、ほんと長さが絶妙でね、すっごい難しかった記憶があります。当たりをね、取ってるんですけど、シナモンも丸い子なので、こう真ん中の中心線を描いてから、球体を意識して、面をね、意識して、こう、ゆるいカーブを描きながら、当たりの線入れてます。で、当たり描いたら、真ん中のところにね、シナモンの口ってこういうもにょっとした、もにっとした口だったと思うんですけど、このもにの、この真ん中の一番へこんでる部分をこの中心線のところに来るように書いて、まず印ね、軽くつけて、で、このもにの、この端っこの部分は、この手からのね、距離。このもにも、この手からどの辺に大体あるかなっていうのを見て決めてから描いていってます。ここもね、大体この手の縦幅のところに収まるぐらいに描いたらバランス良くなると思います。で、ほっぺたのピンクい部分は結構ね、端っこ、ほんとです。輪郭の底のスレスレのとこら辺かな。この延長線上と、ここのラインを揃えて描くと、ほっぺたの位置ずれにくいんで、この辺だけに見ながら、この距離と、こっちもね、まだ描いてないけど、この距離と見ながら描いていってもらったらいいと思います。で、次、目がね、目の位置が、まあちょっと気をつけて描くポイントなんですけど、目のね、ところは、まあこっからの距離と、この当たりの真ん中の曲線部分のちょっと出るぐらいの高さのところまで縦幅があって、ここからの距離と、ここからの距離と、この点々点のちょい上、ちょっとだけはみ出すぐらいで描いたらいい感じの大きさになるかなと思います。で、反対側も同じで、口からの距離と、ピンクいほっぺたの部分からの距離と、あたりの線のちょっとはみ出した感じで描く。でね、ここの距離もね、もちろん見て、この距離も見て、全部の距離を目で測りながら、この辺かなって決めて描いてます。で、下書きができたらですね、今回はちょっとマッキーを使わずに、色鉛筆でね、主線を引いて、柔らかい雰囲気の絵に仕上げたいなと思ってるんで、余分なはみ出した線だけ、こう、ちょっと、ゴシゴシ消しつつ、でも鉛筆の線そのまま残ってるとね、色鉛筆の色結構濁っちゃうんで、今叩いてるみたいにこうトン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 って、擦らずにトン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 ってやると、その部分だけちょっと薄くなる感じにできるので、こうやってトン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 ってしながら線を薄くして、後でなぞって綺麗な主線にしようかなって思いながら、今一生懸命消してます。消しゴムがね、汚れると消しゴムの汚れが紙に移ることがあるんで、こうやって横でちょっとこすって
消しゴムの表面きれいにしながらトントントンってやると、滲みにくいかなと思います。ちょっとね、難しいテクニックにはなるかもしれないんですけど、できるとね、作品の幅広がるんで、みんなのね、お絵描きの足しになるかなって思います。次ね、色鉛筆で、シナモンに使う色は、主線をね、茶色で引こうと思ってるんで、茶色と、目の色がね、完全な水色というよりは、青もちょっと混ざってるような色だったんで、水色と青とピンク、ほっぺたのピンク、この4色で描いていきたいと思います。で、まず、このね、茶色いので、鉛筆の線を何回もね、上から重ねて描いて、ちょっと線太くしたいので、主線とかパキッとさせたいときはやっぱちょっと力を入れて描くと、綺麗に描けます。黒じゃなくてね、茶色っていうね、柔らかい色で引くことで、絵もね、可愛い雰囲気になりやすいんで、ここのね、主線の色、今回は茶色にしたんですけど、例えば、紫色とか、緑とかでも面白いかもしれない。なんか、色合い、いろいろ楽しんでみてもいいかもしれない。その辺はね、自由にしてもらっても全然大丈夫です。でね、ちょっとやっぱ上の部分とか引きにくいなーって思いながら描いてるんですけど、ちょっと引きにくかったりするとね、この土台の紙の方、回しながら描いた方が、正直描きやすいんで、紙くるくるしながら描いてもらうといいと思います。で、描けたら、色鉛筆の上からね、消しゴムかけちゃって大丈夫です。薄なったらまたね、上からなぞればいいだけなんで。で、口まで、でもね、主線引けたら、次は、目。ちょっとね、薄い色なので、鉛筆をね、ちょっと、なるべくこう、消して。鉛筆はどうしてもね、色鉛筆上から塗っちゃうと、黒が混ざってね、汚く見えちゃうんで、なるべく薄くして、色きれいに出るようにしてます。で、まず下に、水色で、両方の水色で塗ってから、もう一個青でね、ちょっと縁を、あまりにもちょっと水色だけだとぼやけてたんで、青で縁取りして、で、さらに上から青を重ねて塗ります。そうするとね、ちょっと藍色っぽい色になるんで、水色だけだとね、ちょっとボケちゃうので、今回は青も足して、シナモンの目描いてます。で、次、ほっぺたのピンクも薄い色なので、なるべく下書きのね、鉛筆の線薄くトントントンで消してから、ピンクの色鉛筆で色塗っていきたいと思います。今回ね、線囲ったんですけど、囲わずにね、シャーっと、今塗ってるみたいにシャーっと塗るだけでも、可愛い感じにはなると思います。ただね、塗る範囲がちょっとわかりにくいなって思ったので、今回はね、囲ってから中身塗ってます。で、ピンクを綺麗に塗れたら、シナモンロールのシナモンの完成です。ほな、またねー。